NISA をやってる人、今やもう2300万口座を超えたらしいですね。これ本当にすごいことですよ。でも今日はですね、そのほとんどの人が全くと言っていいほど考えていないある重大な落とし穴についてじっくりお話ししていこうと思います。さあ、この確信に迫っていきましょで、これが現実なんですけど、ちょっと衝撃的なデータがあります。ある調査によると、NISA でコツコツ資産を築いている人のうち、そのゴール、つまりどうやって売るかっていう出口戦略をちゃんと決めてる人って、たったの12%しかいないそうなんです。ってことはですよ、残りの88%以上の人は必死に山を登ってるのに、どうやって安全に下山するかっていう計画が全くない状態なんですよね。さてここでちょっと考えてみてほしいんです。あなた自身はこの88%の中にいますか？それとも12%の方ですか？積み立て方は知ってる。インデックスファンドも OK。積み立て投資枠もバッチリ。でも、じゃあ、いつどうやっていくらずつ売るのって聞かれたら、どうでしょう？今日すぐに答えられますか？この88%っていう数字、これ、ただの統計じゃないんですよ。これは、ものすごく多くの人が将来直面するであろう大きなリスクそのものなんです。これって、個人の問題というよりは、もっと大きな構造的な課題なんですよね。ちょっと想像してみてください。5年後、10年後、あなたの資産が数千万円に育ったとします。で、さあ、いよいよ使おうって思ったその瞬間に、あれ？ちょっと待って、これどうやって売るのが一番いいんだっけって気づくんです。その時になってから慌てて調べ始めると、売るタイミングを間違えて、せっかくの利益がごっそり減っちゃったり、払わなくてもいい税金を払う羽目になったり、その時になって知らなかったはもう通用しないんです。じゃあ、なんでこんなにたくさんの人がこの大事な出口戦略を決めていないんでしょうか？サボってるから？いやいや違うんです。実はですね、僕たちを出口を知らない状態にさせておく、ある種の罠みたいなものが存在してるからなんですよ。その答えがこのスライドを見ると一目瞭然なんですけどね。証券会社のサイトとかを見ると左側の始め方についてはものすごく丁寧に解説されてますよね。でも右側の売り方に関する情報って驚くほど少ないと思いませんか？なぜか、シンプルに言うと証券会社にとっては僕たちにできるだけ長く資産を預けてもらう方がビジネスになるからなんです。別に彼らに悪い悪意があるわけじゃないんです。ビジネスの構造上そうなっちゃう。でも結果として僕たちは出口の情報を自分で必死に探しに行かないといけない状況に置かれてるってことなんです。でも、安心してください。今日この話を聞けば、その状況から抜け出せます。そのための鍵となるめちゃくちゃ大事な考え方があるんです。それがこの出口リテラシーっていう言葉です。積み立て方を知ってることを入口リテラシーって呼ぶとしたら、この出口リテラシーっていうのは育てた資産を最大限に活用するための知識ってことですね。いつどうやっていくらずつ売るか、これを知ってるか知らないかで大げさじゃなく将来もらえる手取り額がガラッと変わってくる可能性だってあるんですよ。このスライドがその違いを分かりやすく示してくれてます。例えば2000万円の資産があったとしますよね。そこから相場が良くても悪くても毎月10万円ずつもらう定額方式と、そうじゃなくて毎月その時の資産の 0.5% ずつもらう定率方式、この2つを比べると、特に相場が良い時には定率方式の方がもらう額も増えるし、元本もより多く残せるんで資産が長持ちしやすいんです。30年も経つと手元に残る資産が数百万単位で変わってくる可能性もある。まさにこの出口リテラシーっていうのがあなたの資産の寿命を決めると言っても過言じゃないわけです。じゃあ具体的に何をどう考えればいいのって思いますよね。でも安心してください。そんなに難しく考える必要はないんです。出口戦略に必要なのはたった3つの決断。ここからはその具体的なフレームワークを解説していきます。決めることってたったの3つ。本当にこれだけです。まず決断その1、いつ売り始めるか。次が決断その2、どうやって取り崩していくか。そして最後の決断その3、どの資産から売るか。この3つの問いに答えるだけで、あなたはあの88%側からきっつり計画を立ててる上位12% の出口をデザインできる投資家に変われるんです。まず1つ目、いつ売り始めるか。ここでの一番のポイントは、お金が必要になってから慌てて考えるんじゃなくて、必要になる前から逆算して準備しておくってことなんです。例えば老後資金なら定年の2、3年前から、
お子さんの教育資金なら大学入学の 1,2 年前から少しずつ現金化を始めていく。こうすることでいざお金が必要って時に市場が暴落してるなんていう最悪のリスクを避けることができるんです。2つ目はさっきもちょっと触れたどうやって取り崩すかですね。定額方式は毎月の収入が安定するから生活の計画が立てやすいっていうのがまあいいところですよね。一方で定率方式は資産が長持ちしやすい。ちなみに海外でよく言われる有名な 4% ルールっていうのもこの定率方式の考え方に近いものですね。これはざっくり言うと毎年資産の 4% 以内を使っていけば理論上30年以上にわたって資産を枯渇させずに暮らせる可能性が高いですよっていう一つの目安なんです。どっちが自分の人生設計に合ってるかじっくり考える必要がありますね。そして最後の決断はどの資産から売るか。ここでの鉄則はもうシンプルです。税金がかかる課税口座の資産を先に使って非課税であるNISAの資産はできるだけ長くギリギリまで運用し続けること。非課税のメリットをもう最後までしゃぶり尽くす。これが鉄則中の鉄則です。ここまで理解したあなたはもうただお金を貯める貯蓄家じゃないです。自分の資産の入り口から出口まで全部自分でデザインする設計者、アーキテクトになったんです。その役割が大きく変わったんですね。そう、NISA で資産を積み立てることってゴールじゃないんですよね。それはその資産を賢く使って豊かな人生を送るためのあくまで一つの通過点に過ぎないんです。今日あなたはこの3つの決断というものすごく強力なフレームワークを手に入れました。出口をちゃんと設計した人だけが積み立ててきた資産を本当の意味で使いこなせるんです。さあ今日手に入れたこの知識をただ「へえそうなんだ」で終わらせるんじゃなくて、ぜひあなたの未来のための具体的な最初の一歩につなげてみてください。